皆さんこんにちは。メイです。私の日本語ポッドキャストへようこそ。皆さん今年は何年ですか？2024年ですよね。2024年ももう4月になりますね。早いですね。4月は春ですね。今日のポッドキャストでは、日本と、私が住んでいるアメリカの春についてお話しします。まずは日本の春についてお話しします。皆さん、日本の春といえば何が思い浮かびますか？やっぱり桜が有名ですよね。桜綺麗ですよね。見たことありますか？もちろん桜は観光客だけじゃなくて日本人にもとっても人気があります。日本ではこの春になるとテレビで、天気予報と一緒に桜の開花予想っていうのがあります。これ漢字を見てみると開花はこれは開くの漢字ですよね。あと花です。なので花が開く、花が咲くことを開花と言います。なのでだいたい桜の開花予想というと、テレビで今日本のここでは桜がだいたい 70% ぐらい咲いてますとか、90% ぐらい咲いてますとか、ここでは今桜が満開です。満開と言います。とか教えてくれます。これは何でかというと、皆さん日本はこういう形ですよね。一番北どこかわかりますか？北海道ですよね。一番南は沖縄ですよね。日本は縦に長い形をしているので、一番北の北海道と一番南の沖縄はもう気候が全然違います。北のね北海道とか東北は結構寒いです。で南の九州とか沖縄は、暖かいです。なので、桜も日本で全部一緒に咲くわけではないです。だいたい南の方から咲いてどんどん東京とかも咲いて、最後に東北とか北海道で咲きます。だいたい1ヶ月ぐらいこの違いがあります。1ヶ月ぐらい南の方が早く咲きます。北と比べてね。なのでもし皆さん日本に
桜を見に行くときはよく桜のスケジュールをチェックしてみてくださいね。でもねやっぱり有名な京都とか、あとやっぱり東京の大きい公園とかは桜が咲いてる時はねとっても混みます。日本の人は桜の下でこういうふうになんかお弁当を食べたりピクニックをしたり、あとはお酒を飲んだりしてなんかパーティーをするんですけど、これ宴会って言います。宴会をしたりするのが大好きなんです。なので春桜がたくさん咲いてるところはとっても混みます。あとはね、日本は会社とか学校がスタートするのが新しい学期とかがスタートするのが4月なんです。で、だいたい3月に学校の卒業式、わかりますか？卒業式があります。なので3月とか4月って別れと新しい出会いの季節というイメージもあります。なので春はちょっとセンチメンタルな季節でもあります。日本の春はそんなイメージですね。アメリカの春はどうですかね。まあまあ大きい文化的というか宗教的なイベントはセイント・パトリックス・デイ、セイント・パトリックス・デイと、あとイースターがありますよね。今年はもう終わってしまいましたね。セイント・パトリックス・デーはもともとはアイルランドの祝日みたいです。キリスト教の祝日ですよね。私もあんまりよくわからないんですけど、何をするかというと、アメリカの人は、セイント・パトリックス・デーには緑色の服を着てビールをたくさん飲んで、あとコーンビーフとキャベツを食べます。でパーティーをするのかな。でこういう、日本語だとレプラコーンっていう妖精がいるそうです。で緑の服を着ないとこの妖精がこの妖精にこうつねられるそうです。そういうイベントです。あとキリスト教の方にとっては大切なイースターがあります。この日もやっぱり友達とか家族と集まってパーティーをします。そしてエッグハントですよね。お店に行くとこういうプラスチックの卵が売っていて、なんかここにねかけて、なんかお菓子とか小さいおもちゃとかお金とかを入れてこれをたくさんいろんなところに庭とかにね置きます。で子供がこの卵を見つけて楽しむイベントです。アメリカの春はそういうイベントがあります。
皆さんが住んでいるところの春はどうですか？どんなことをしますか？よかったら教えてください。Now let's go over some of the important vocabularies from today's lesson. 思い浮かぶ、思い浮かぶ。日本の春といえば桜が思い浮かびます。日本の春といえば桜が思い浮かびます。観光客、観光客。京都には外国から観光客がたくさん来ます。京都には外国から観光客がたくさん来ます。天気予報、天気予報。天気予報によると午後から雪が降ります。天気予報によると午後から雪が降ります。咲く、咲く。ここは春にたくさんの花が咲きます。ここは春にたくさんの花が咲きます。なんでかというと、なんでかというと、寿司が嫌いです。なんでかというと、生魚が苦手だからです。寿司が嫌いです。なんでかというと、生魚が苦手だからです。縦に、縦に。横に、横に。縦に並んでください。縦に並んでください。気候、気候。メキシコとカナダの気候は全然違います。メキシコとカナダの気候は全然違います。混む、混む。渋谷はいつも混んでいます。渋谷はいつも混んでいます。楽器、楽器。アメリカでは9月に新しい学期が始まります。アメリカでは9月に新しい学期が始まります。別れ、別れ。出会い、出会い。元彼女と別れてから新しい出会いがありません。元彼女と別れてから新しい出会いがありません。文化、文化。アニメは大事な日本の文化です。アニメは大事な日本の文化です。宗教、宗教。アメリカの主な宗教はキリスト教です。アメリカの主な宗教はキリスト教です。もともと、もともと。あの公園はもともと駐車場でした。あの公園はもともと駐車場でした。集まる、集まる。日本ではお正月に家族が集まります。日本ではお正月に家族が集まります。いいですか？ Thank you so much for watching my video this far.
If you enjoyed it, please like the video and subscribe my channel for more contents like this. じゃあまた